皆さんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今回は生活で使う日本語の文法シリーズ、多分11回目だと思います。はい、前回のね動画と同じように文法を2つ紹介します。その前にいつも通りコンビニで買ったものを今回は1つだけ紹介します。見えるかな？贅沢ミルク黒ごまラテです。これはファミマで買いました。ファミリーマートで買いました。これ初めて見たんですよ。で、店舗によってあるかないかちょっとわからないんですけど、健康に良さそうだったので買いました。食物繊維、鉄分、カルシウムが取れます。で、ごまときな粉が入っています。で、これは個包装になっていて、私この前も一袋飲んでしまったんですけど、これをコップに入れてお湯とか水に溶かすと、こういう黒ごまのラテができるっていう商品です。なんかこれすごくね、材料にもこだわっていて、体に悪そうなものは全然入ってないと思います。なんか人工的なものとかが入ってなさそうだったので買いました。で、値段忘れちゃったんだよね。1週間くらい前に買って、でレシート捨てちゃったと思うんですよね。でも確かね、ごめん、全然違うかもしれないんだけど、350円くらいだったと思う。多分500円はしなかったと思うんですけど、300円だったか350円だったか400円だったか450円だったか覚えてません。すいません。はい、ということでちょっとこれは後で飲もうと思います。商品だけ紹介してみました。あ、待って、ここに食品添加物不使用と書いてありますね。はい、だからね、安心して飲めるかなと思いました。でもね、アレルギーがある人はね、気をつけてくださいね。はい、じゃあ文法いきましょう。では一つ目の文法、何々に越したことはない。何々に越したことはない。例文を2つ言うので、皆さん意味を想像しながら聞いてみてください。例文1、年収は高いに越したことはないけど残業が多いのは嫌だ。年収は高いに越したことはないけど残業が多いのは嫌だ。例文2、いつも混んでいるので平日でも予約をするに越したことはないと思います。いつも混んでいるので平日でも予約をするに越したことはないと思います。さあ、どんな意味だと思いますか？に越したことはないの前は動詞の辞書形や内形、あとは名詞、いい形容詞い、な形容詞に越したことはないです。例文の1の年収は高いに越したことはないけど残業が多いのは嫌だ。この文章は転職を考えている知り合いが言った文章です。まず年収は何ですか？年収は簡単に言うと1年間の給料ですね。年収は高いに越したことはない。これは年収は高い方がいいという意味です。に越したことはないの意味は、簡単に言うと当然何々の方がいいとか、常識的に考えて何々するのが一番いいという意味です。だから例文の1、年収は高いに越したことはないけど、年収はどういう意味ですか？年収は1年間の給料のことですね。
で、この人は転職を考えています。年収は高い方がもちろんいいという意味です。1年間の給料はもちろん高い方がいい。でも残業が多いのは嫌だという意味です。転職をするとき、転職を考えているときに、やっぱり給料を見ますよね、絶対に。いろんな働く条件があると思うんですけど、ほとんどの人がやっぱり給料を重要視すると思うんですよね。なので、給料がいい、高いに越したことはない。給料が高い、給料がいいっていうのは、もちろんそれがいいです。もちろん高い方がいいです。もちろん給料がいい方がいいというような意味になります。例文に、いつも混んでいるので、混んでいるっていうのは人がたくさんいるという意味ですね。平日でも予約をするに越したことはないと思います。これはお店の予約をするかどうか、話し合っていた時の会話です。週末はもちろん混んでいます。でも、いつも混んでる。つまり平日も多分混んでいるから予約をするに越したことはない。つまり当然予約した方がいいという意味になります。では2つ目の文法です。2つ目の文法は何々ざるを得ない。ざるを得ないです。これも例文を2つ言うので聞きながら意味を想像してみてください。例文の1、終電を逃したのでタクシーで帰らざるを得ない。終電を逃したのでタクシーで帰らざるを得ない。例文2、お金がなかったので留学を諦めざるを得なかった。お金がなかったので留学を諦めざるを得なかった。さあ、どんな意味だと思いますか？まず、ざるを得ないの前は動詞の内形が来ます。でも、ちょっと注意してください。するが来た場合は、するからせに変わります。例えば、勉強するざるを得ないだったら、どうなりますか？はい。勉強せざるを得ないになるので、ちょっと注意してください。で、この何々ざるを得ないの意味は、簡単に言うと、何々するしかないという意味です。本当はしたくないけど、何々するしかないとか、選択肢がそれしかないから、それをしなきゃいけないというような意味です。例文の1、終電を逃したのでタクシーで帰らざるを得ない。これは前に友達が言っていた会話の文章なんですけど、会話だとこういうふうに言ってました。昨日終電逃しちゃってタクシーで帰らざるを得なかった。これは、タクシーで帰るしかなかったっていう意味です。友達はこう考えました。終電を逃しました。終電を逃すっていうのは終電をなくすという意味です。終電に乗りたかったけどその終電が行ってしまった。終電はその日の最後の電車のことです。終電がもうないという意味です。終電を逃したからタクシーで帰らないといけなかった。終電を逃したからタクシーで帰らなきゃいけなかったっていう意味なんですね。友達は本当はタクシーに乗りたくなかったんです。なぜならタクシーは高いです。でも電車もない、バスもない、歩いて帰れる距離じゃない。だからタクシーしか帰る方法がない。この時にタクシーで帰らざるを得なかったと友達が言っていました。じゃあ例文の2ですね。お金がなかったので留学を諦めざるを得なかった。これは大学生の時の
私です。1年間留学したかったんですけど、お金がありませんでした。だから諦めるしかなかったという意味です。お金がなかったら留学できないですよね。だからもう諦めるしか方法がなかったという意味になります。はい。でね、このに越したことはないとざるを得ないは、なんと漫画でも出てきたっていうのをオンラインの生徒さんが教えてくれました。ちょっとびっくりしました。漫画でも出てくるんだなっていうことにちょっとびっくりしました。私あんまり漫画を読まないので、嫌いとかじゃなくて、最近全然読んでないので、こういう表現って漫画にも出てくるんだなと思ったので、皆さんにもねシェアしたいなと思いました。レベル的には JLPT の N2 くらいですね。そう。でも私あんまり JLPT の N2 ですよとか N3 ですよってあんまり言いたくないタイプなので、なんでかっていうと、生活で使う言葉表現って別にテストのレベル関係ないんですよね。なのでそういうのは言わずに、今まで文法の動画を今まで文法を紹介してきました。もう10本以上生活で使う日本語の文法シリーズの動画はあるので、ぜひそちらも見てください。はい、皆さんいつも見てくださって本当にありがとうございます。今日はここまでです。またね、バイバイ。